ボンソワー。私は今エッフェル塔と向かい合っています。霧雨でグラスが濡れていますが、この中身は何かと言いますと、ドンペリニオンのロゼ2008年ヴィンテージ。新しくこのキュベがリリースされるお披露目会に来ています。今日はその様子をお届けしたいと思います。このイベントのスターたち、右からアラン・デュカスさん、こう一点ベルタ・ドゥ・パブロス・バルビエさんはモエテ・シャンドン・ドンペリニオン・メルシエの社長さんです。お隣はドンペリニオンの最高醸造責任者ヴァンサン・シャプロンさん、そして左にいらっしゃるのはスペイン人シェフアルベルト・アドリアンさんで、彼は伝説のレストランエルブリのシェフでした。お披露目会のディナーの舞台はアドゥモというレストラン、ケ・ブランリー美術館の最上階にあるレストランレ・ゾンブルが2021年11月から2022年3月上旬まで期間限定レストランアドゥモになっています。ここではアラン・デュカスさんとその右腕のシェフロマン・メデールさん、そしてアルベルト・アドリアンさん、シェフパティシエのジェシカ・プレ・アルパトさんらのコラボレーションによって、これから先の時代を見据えた新しい料理世界をクリエイトしています。到着するとまずはテラスへ。一人一人にグラスとヘッドホンが用意されています。シャンパーニュの発表会というのはいつもサプライズに満ちていますが、今回はエッフェル塔を目の前にしてドンペリニオンとの対話を楽しむソロエクスペリエンス。ヘッドホンから聞こえてくるバンサンさんの声、そして音楽とともにそれぞれが新しいドンペリをじっくりと味わうという演出です。私の隣にはたまたまですけれども、社長のベルタさんがいらっしゃいました。そして奥には最高醸造責任者のヴァンサンさん。まずは色を目で香りを確認し、そして味わう。2008年ヴィンテージということは、ブドウが収穫されてからこれまで13年かけて育まれてきたことになります。そんなことを思いながら味わっていると、エッフェル塔がキラキラと輝き出しました。なんと粋なお膳立てでしょうか。そしていよいよディナーのスタート。それぞれのテーブルに着きます。ここでも改めてドンペリがグラスに注がれます。このグラスちょっと変わっていると思いませんか？実は1920年代のアンティークグラスだそうで、足の部分にまでシャンパンが満ちています。このレストランの設計がなかなか面白いです。ガラス張りの屋根にたくさんの鉄骨が走っていますが、太陽の光に照らされるとテーブルや絨毯にさまざまな影が描かれるというわけで、レゾンブルと影の複数形がレストランの名前になっています。さて、一皿目のお料理が運ばれてきました。影と光、陰と陽を象徴するような一品。プレスしたキャビアとセロリをミックスしたアーモンドミルクの対比、その2つのマリアージュを楽しみます。たくさんの栗を詰めた日本の曲げわっぱのような器。上に乗っているのは栗とアンチョビ、そこにカレーがアクセントになったアミューズブッシュです。そしてこちらは
チーズとアルバ産のトリュフの香りがたまりません。次は牡蠣の風味が凝縮されたアミューズ。お品書きにわかめとありますが、海藻を示す言葉としてわかめがインターナショナルな単語になっています。こちらはお魚と柑橘類がそのものズバリではなくゼリーのようになっています。花びらのようなあしらいは鱗を揚げたものなのだそうです。蒸したマテ貝をバーベナ風味のバターとともに、ソースはパセリ、コリアンダーなどがベースになっていて、磯の香りとクロロフィルトで口の中が満たされる感じです。そしてこちらは豆と柑橘類を使ったエミュルジョン。まったりとした感じがシャンパーニュによく合います。パンとバターは最初からテーブルにあるものというイメージが一般的ですが、ここでは違っていて、米粉のパンとフォカッチャ、そしてこだわりのバターを少し。上質のものを程よく食べる、できるだけ無駄を出さないというポリシーが貫かれているような気がします。白ワインも赤ワインもサービスされましたが、本日のメインはドンペリのロゼ2008年。コースの始めから終わりまでドンペリで通すことができます。しかもアペリティフ、食事の途中、さらに終盤とグラスを変えていたところが面白かったです。そばと料理の説明にあったのですが、この一風変わったおそばは何からできていると思いますか？実は干しだらの皮なんです。普通なら捨ててしまう部分をきれいに洗ってコンフィ状にした後、ゆっくりと火を入れて、つるりとしかも程よい歯ごたえのある、なるほどお蕎麦のような仕上がりになっています。これをマッシュルームのお出汁でいただきますが、添えられたウニと卵がまたいい塩梅。私はとても気に入りました。びっしりと宝石のように敷き詰められたキャビアの下にはナマコとひよこ豆、いわゆる高級食材と庶民の食材を同等に扱うという新しい方向性が反映されているお料理だと感じました。ノルマンディーで採れた最高級オマールエビは沖で、ビーツは灰に包んだ状態で、いずれもじっくりと火入れすることで素材のうまみがぎゅっと濃縮したものになっています。注がれたソースもビーツを元にしたもの。タンニンを含んだビーツの汁をあたかもワインのソースのように生かし、動物性のものを使わなくてもしっかりと深みのあるソースができるという挑戦を見せてくれています。ここまでお肉が全く出てきていないことにお気づきでしょうか。メインディッシュもお肉ではありませんでした。ではこの中身は何と気になりますよね。実は主役はカリフラワーだったんです。メキシコのスパイシーなソース、そしてあん肝のコンフィと一緒にいただきます。もちろんこのカリフラワーはただ茹でたというものではなく、塩蔵して水分を抜き、カリフラワーの葉っぱの汁を吸わせていたり、相当手の込んだ調理をして、食感もうまみもとても充実したものになっていました。フランス中部特産のチーズ、しかも子牛と一緒にいる母牛のミルクのみから作ったチーズ、それをプロヴァンス産のマルメロを酸化させたもの、その甘みと一緒にいただきます。そしてまたドンペリロゼの登場。今度は背の高いグラスに温度を低めにした状態で注がれました。コースの終盤のキリッと冷えたシャンパーニュ、格別です。さてデザートは柿が主役になっていました。
柿という言葉もフランスで普通に使われるようになってきました。ローズヒップとカラマンシーがアクセントになっています。そして一緒に添えられていたのはマスカットのグラニテとケフィア。発酵乳もトレンドのような気がします。さらにメニューには書いてなかったのですが、とても美味しいキウイがシンプルに登場しました。日本の懐石のコースに水菓子として果物が最後に出てきたりしますが、それを思わせるものがあります。そしてフィナーレは厨房スタッフの勢ぞろい。ロマン・メデールシェフを先頭にアルエルとアドリアンシェフ、そしてデュカスさん、隠れてしまっている小柄な女性スタッフを前に引き出しています。こういう気遣い、将来のある彼女たちにとっては本当に嬉しく、きっと長く記憶に残ることでしょう。Thank you very much. I hope everybody found the experience